Vlog スタート。これ押しや。なんか飛び越えるもんな。おー、すごい。でなんかブクブクなってるのかな。イカ様の上に乗ってるカラス。この湖。あ、船に乗ってってるんですよ。とりあえず7時までではい、山広です。釣りです。はい、今回お盆休み旅行に来ました。わーい、わいわい。はい、東北旅ですごい楽しもうと思ったんですけど、まあ天気はずっと多分雨だと思うんですけど、ここはどこですか？ここは猪苗代湖までやってきました。何県？福島県ですね。ここの湖の名前はよく見てたから、感動。感動よね。すごく綺麗。ちょうど雲とスカイウェイがこう、幻想的で、すごいね。めっちゃいい感じ。Vlog 的な動画になる。登山もね、合間に入れようと思ってたんですけど、登山はもう台風が全部来てるんで、動画を持ってきてるけどもちょっと無理だと思って。お盆休み1日目はとりあえず大阪からここまで昨日1日かけて移動してきたっていう感じです。今日の2日目からいろいろ回ろうかなって思ってます。一段がこの猪苗代湖になりました。今回のお供がこちらです。ホバーです。ではドローンはずっと使ってないんですよ。ドローンは結構もう何かとややこしいので 100g 以下っていうことで登録は不要で、ただ県とか自治会とかによって飛ばせないところがほとんどです。実際はだから公園とかもダメだしっていうのはあるんですけど、ちっちゃい、もっとコンパクト。まあ本当になんかちょっとしたとこやったら使えるので、これで飛ばせます。はじめに充電器ももう1個プラスでついてて、この充電器で10分ぐらい飛ばせるんですけど、まあだから大体2つで20分ですね。まあ、携帯にリンクさせて携帯から飛ばしていくんですけど、こっちでいろんなモードがあって、自分を映すモードとかここから離れていくモードとかいろんなモードがあります。まあ、それをここから選べてできるっていうやつです。これをまあちょっとお供としてしようかなと思ってます。ちょっとした相棒になる、相棒になります。これそはの名はカツオくんです。うちカツオっていうワンちゃんが亡くなったんですけど、真っ白で、真っ白だ。はい、なんかねめっちゃ可愛らしいんですよ。そう。はい、なんかこんなコンパクトで持っていけるから、これって登山にも使えるなと思って、普通のドラウトみたいにすごい遠くに飛んでいくみたいなことはできないんですけど、詳しい内容とかはいろんな人がこのホバーを出してるので、まあそっち見てもらって、僕はちょっとそれでこれでちょっと映像とかがどんな感じかっていうのを合間で多分使うので、よかったら見てください。今から五色沼っていうところに行きたいと思います。 Vlog スタート。いや、本当ここのね、景色がめっちゃ綺麗。琵琶湖もね、関西唯一の湖、琵琶湖もすごい綺麗なんですけど、ここもめっちゃ綺麗ですよ。こういう時はね、F 値を絞って撮った方がいいと思います。磐梯山は1816メートル。五色沼に来ました。五色沼とは磐梯山が噴火してできた沼。沼があるよ。入っていいんかな。なんか幻想的な感じですね。ちょっと怖い。一応ハイキングコースっていうのがあって、だいたい約1時間20分ぐらいハイキングコースがあります。あ、すごい。あー、かわいい。すごいすごい綺麗な。
ツオです。標準距離フォローモード。あ、これで。お、はい、今ジュリさんを目視しているので、すごい。はい、ついてきてください。いくよ。かわいい。本当はなんかジェスチャーで上に行ってとかできるんだ。今？上になんかやったりとか。上。まあ分からん、やり方は。小規模なところで使えるっていうのが結構これの利点かも。あ、すごい。すごいすごい。あ、増えた。めっちゃ青いよ。ちょっと感動かも。そう、想像よりはるかに青かった。なあ、ここもちゃんと行けるようになってる。青の池より青い。すごいやん。入浴剤入れたみたいになってる。入浴剤入れちゃってるんじゃん。はい、ここが五色沼で青沼というところです。すごい綺麗です。あ、これはすごいよ。感動ですね。感動しました。これ設定をしたんで、これで上に行きます。いってらっしゃい。おお、すごい。そっちぶつかるよ。ぶつかるよ。もう3メーターギリギリいける。ああ、すごい。そっちぶつかるよ。ぶつかるよ。もう3メーターギリギリいけた。あ、これ？うん。いや、いけてたからさ。どうなってる映どうでしょう。像。こっちには行けないの？はい、こっち綺麗ですね。あの方。ちゃんと5メーターまで上がってる。どこにおる？どんな映像を撮ってくれてますか？帰ってきました。いやー、こんな綺麗な、ほんまになんか青の池より全然感動した。これはこれでいいっちゃいいんだけど、耳鳴りしてきた。腰が痛かった。じゃあね、バイバイ。日本の道100選。そう。昭和62年8月10日。名前読み方がわからんけど、何て調べる。ここのね、スカイラインはずっと来たかったんですよ。バイクでね、有名で、まあでもめっちゃガスってるからいい景色は見れないかもしれないけど、磐梯吾妻スカイラインになります。すごい。標高が1600メーターぐらいまで上がるみたいですね。まあ見えてないですけど、この奥に磐梯山が見えるらしいですね。すごいバイカーがいっぱい通ってます。すごい、めっちゃ霧が濃くなってきた。めっちゃガスってる。どこがガスはこういうバイクを乗ってる時にこの山を走りに行きたかったんです。気持ちよさそう。もうさっきからめっちゃ飛ばしてるバイクはいっぱいおるそうから、やね、バイク乗ってる方たくさんいる。ちょっと危ない。このカーブがそう、カーブがバイクが出てきたらしたらこっちが悪くなるから。磐梯吾妻スカイライン29キロの道路です、その29キロの中にいろんな景色が見えるポイントが、絶景ポイントがいくつかあります。ちょうど平に着きましたこんな感じ、真っ白けっけです。さすがに見えなさすぎる。おお、びっくりした。車がもう急に出てくるぐらい怖い。光でしか来るまだ判断できない。いや、本当はここで駐車場があって高山植物をなんかいろいろ見れるみたいなんですけど、まあさすがにこれは行ったところでなので、ここはスルーします。ほら見て、白すぎでしょ。なんかカルストっぽい感じやな。あ、そうなんだよ。そういうところもあるらしい。すごいあ、火山。綺麗綺麗。やっぱ綺麗よ。あ、本当だ。綺麗けどまあまちょっと白すぎだね。あ、ほらガスがすごいんだ。有毒ガスがここは出てるから、窓を閉めて走ってくださいっていう看板があった。
タル化しとくいやぐらいマジで見えへん。ちょっと映してみて。はい見える。おお、めっちゃ綺麗よ。ほら見て、この看板見てください。まあまあ綺麗っちゃ綺麗かなどうなんでしょう。なんかちょっとここは結構楽しみにしてたスカイラインやったからちょっとショック、まあ残念ですね。こういうこともありますね。見たら本来こんな感じで映るんです。それがはい、山形に到着いたしました。でここは、フォロワーの人に教えていただきましたお店に来ております。お蕎麦屋さん。なんか冷たいそば、うどん冷たい、肉そば肉そばが有名らしいですね。でも確かにすごい並んでるし、うん、さっきまでね車の中で待ってて、偏僻な場所にあるのな。書きに来た時は6組待ちやったんやけど、 6組待ち。めっちゃ駐車場大きいよ。おすすめのはい、来ました。美味しそう。すごい小さいやつ。ちょうどいいわ。次は天ぷらとやつです。はじゃあどうぞ。先に汁を。い、さすが。普通です。冷たい。結構ちゃんとコシがある。コシがあって。美味しい。美味しい。でもなんか冷たいの食べやすいね。冷たいのいい感じ。まあ家の近くにあったら買えるかもしれない。でも男はこの豚が入ってるから、結構満足感は出るかも。でこのチキンカツ、これ推しや。福井を思い出すね。ソースカツ丼の味。でもこっちの方が味結構パンチある。めっちゃ味濃い。そう。なかなか濃い。結構空腹やったからちょうどよかった。なんか重たすぎず。今から山寺っていう松尾芭蕉が俳句をそこで読んだと言われている場所に行きたいと思います。山寺のお嬢さんがっていう歌があるとこ。そうです。知ってる？知らん？山寺のお嬢さんが、続きわかんない。じゃあお金入れてくれる？歌った分。こっちが払わなかったの？ほんまに？聞かされて。そんなシステム？私の1曲300円でした。300円。はい、山寺に到着いたしました。それでは。はい。で駐車場が500円で止めれて、でここから突き当たり右で登山口らしいです。で結構簡単に見れるもんやと思ったら片道1時間かかるらしいです。往復1時間半。往復1時間半で上にあるところ。すごいね。本当や。そうそう。上にあるところが山寺らしいです。階段が全部で1015段。1015段。今度。賢くなりますよね。うわ、風車。かわいい。子供用って書いてるわ。厄除けやで。これを。わ、おお、すごいすごい。大吉やん。やったー。大吉でした。あんまり出ない。もうそのうち良い出会いに恵まれるやって。ちょっと期待しておこう。金運、本当に必要なら惜しまず買うべし。オッケー。頑張って登っていきます。はい、登山口で大人300円ですね。
結構ねこの壁がかっこいい。なんか作られた壁みたい。なんか中国っぽいよね。台湾。なあ。途中から切り替えたの面白い。めっちゃ汗かいてる。湿度やばい。湿度な。風が一切ないもんな。暑い。有名な、写真でよく出るのが出てきました。まだ全然使われてない。まあそうやな。まだ20分もないって書かれてないよね。暑い。260段で終わり。あ、そうな。あ、全然1時間はないな。店がいっぱいあるから、飽きずに登れはするそうな。やな。トイレもあるしな。トイレもある。途中、ここもあるし。もうでもあれで終わりだよ。もうちょっとだけ下がってほしい。はい。ありがとう。夫婦ともども元気でいられますように、10円で勘弁してもらいましょうか。すごい、結構景色がね、いいですね。はい、一番メインの場所に着きました。どうですか？気持ちいい風気持ちいいな。涼しいね。中国を感じました。なんかでもあそこからなんか街が見えてる感じがなんかいいわ。すごいよね、なんかこの岸壁にあれが立ってる。おー、すごい。気持ちいいや。めっちゃ涼しいな。幸せ。そういう駐車場は？あるよ。ああ、ほら、あの下や。見えた。あれだ。歌もしない。何やね山寺のお師匠さんが。口下りにくさんのよく言ってる展望台。はい、ありがとう。お熱いのでお気をつけください。はい、下山してジュリさんはかき氷です。落ちそう。で、山形名物玉こんにゃくです。はい、醤油のパンチがすごい。ああ、おいしい。美味しいよね。冷たいもんなんでも。今から登山なんです。登山できません。今から登山。550円。150。こんにちは。何も見えなさそうですか。はい。一回行ってみます。すみません、ありがとうございます。そうね。馬の背、おかま、買っただけ。そこが買っただけ山頂です。ここはいいかもな。すぐ絶景。あ、なんかあれ寺みたいなのある。あるね。ちゃんと登山服にジュリは着替えたけど。全然 5分で終わります。あ、ちょっと見えるんじゃん。見えてないかな。じゃあ山頂目指そうか。見えてないよな。本来やったらここから見れるんや。本来はこれが見たかったんやけどな。おかま。ロバの耳のあそこだけ見えてる。山頂目指そう。すごいガスです。おお、より真っ白になっております。すごいケルンがいっぱい。どれが山頂？あれかな。あ、本当だ、それだ。それが一番高い。高岳山頂と書いてる。
勝田岳山頂に着きましすた。ごいよ。でも1759メートあ、ル。結構高いんやな。あ、壊れそうこれ。まあ、ガスってるけどそれはそれでまあ悪くはないかな。そうやな。はい。成長を続けている火山帯って意味だよ。何が成長してるんやろ。一番楽してゲットした確かに初めてこんな一番楽して。うん、それでいいじゃん。かわいいかな。まさかの、まさか見えました。もうふむふがない。あ、もうふむふがない。あ、もう後でいいよ。すごい見えた見えた。おお、すごい。奇跡やな。これ多分一瞬やで。うん。もう絶対見えへんと思っとったのに。ラッキー。すごい。はけた。めっちゃラッキー。すごい。売れてる。あ、すごい、めっちゃ綺麗。すごいな。すごい。あ、ちょっと待って。抹茶プリンや。抹茶プリンって何？すごい綺麗です。いや、これね、もう普通に帰ろうと思っとったら急に晴れたな。昼の頭のところ。ここは勝田岳でした。買っただけでした。はい。で、なんかお気軽に来れてすごいおすすめの場所です。ここがずっと一周できるんだよね。遠回りで。いや、でも見れてよかったマジすごいで。本当に。あんだけガス取ったのうに。ん。あれ上寄ってよかったな。うん。今日は結構充実した旅行でした。あと米沢牛食べたいよね。さっき見とったらさ、米沢区なんかすき焼きかお鍋かうん。なんかするんですか。すき焼きは違うな。やっぱ焼肉でしょ。ステーキか。ステーキだ。やばいぐらい綺麗な。もうちょっと綺麗をお伝えしたい。山形岩の多いね。ジュリさんが出てこないので玉こんにゃくとリンゴジュース美味しそう。はい、今日の夜ご飯はちょっと豪華にしました。焼肉。はい、焼肉食べまししょう。冷麺、これは馬刺しらしい。馬刺し言ってでハラミとかですね。じゃあいただきましょう。幸せの時間ですね。